こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はここさいたま市大宮盆栽美術館の中より皆さんにお伝えします。毎年この7月末から8月にかけてこの美術館と日本水石協会の共催でお伝えしている山水良景水石の世界。今日はこの展示の内容を皆さんにご紹介させていただきます。お楽しみください。先ほど私がご挨拶をした隣にこの展示会のポスターがございました。そのポスターの石です。今回の展示会のメインのフロアを飾る石として先にご紹介します。伊予石、つまり四国の石ですね。まるで立っている中に流れる一条の滝。天然の姿とは思えない素晴らしさがあります。名を青き滝と書いて宗龍というもので、戦前古くはここに盆栽が付けられていたという歴史も持つ古い石です。明期原田法雲の導水板に乗って広々とした中で、まるでじっとこの石を見てると滝の音がどこかから聞こえてくるような大変深遠な深い石です。館内に8つの飾りが用意してあります。そのうちの5点がここに並ぶ一石一石を区切って空間を楽しむ席としてございます。こちらの5席をご紹介しましょう。鴨川石の中でも紅質と白色を石の中にはらんだ鴨川紅流し石。明期主杯の水盤に乗せられた霞立つ新山の中に浮かぶ渓谷の世界を描き出しています。鴨七石と言われるほどに鴨川には様々な質があります。同じマグロ石でもこのようにその清流の力が数万年それ以上の時を経てこのような積層を作り上げるものがあります。岩窟のようでもあり雨宿りのようでもあり、見る方の心のありようで様々な景色が浮かぶ大変奥深い石です。鴨川石、その名を玄武と言います。指針の一つ、四方を守る玄武。まさに水石は山に始まり山に終わると言われますが、石の拡張の真骨頂と言われる山陽を示す堂々たる戸籍です。鴨川石、名誉彩雲堂。昭和を代表する水石大家、水府山人がつけたその名の石は、長く信州を代表する盆栽水石家、小口鶴竜庵の収蔵となっていました。原田法雲明期、万事透かし重宝の水盤とともに水石界に受け継がれる名石です。上段が鴨川の見山、下段は瀬田川の黒虎が描く雲海の姿。二隻が折り合う響きを段飾りで表したこの石は、現代的な水石の楽しみの可能性をよく示しています。この美術館のシンボルともいえるシーンです。日本の建築の中における書院造りと言われるシーン、
すき家作りと言われる行、そして茶室作りの僧。この3つのなぞらえで作られた石に飾られた水石の数々、ご覧ください。最近発見された旧岩崎財閥の持ち物と言われる鴨川不殺しのナンバー石。明期一向の水盤に収められて、掛け物は雲海に浮かぶ月一つ。脇床にはその月を見上げて時刻を読み取る孔子の姿。その銘、この石台を石壁と言います。お分かりでしょうか。諸葛孔明が月を見て、襲い来る曹操たちの軍団にかける策を巡らすという有名な場面が石によって描かれています。茶室風の場所を飾るのは鴨川石。一人で住み暮らすまさに隠者のいおり。それを思わせるこの石に与えられた名は露風居。書と同じく大徳寺宝宗院ご住職による命名です。かけられた書には和漢漏洩集に収められた歌。山を望めば幽月なお影を隠し、右利に聞けば飛泉に歌た声を増す。この季節の滝しぶきを思わせる石の脇には、水と草の緑がこの空間に一層の潤いを与えています。書院風の飾り、真の床の間です。声楽石の雄大な山並みを備えたこの石は、名を大屋島。そこには額装にしつらえ替えられた堂本印象の荒波の上に浮かぶ旭日一つ。大屋島は日の本日本の別名でもあります。視界に囲まれた日本の上に浮かぶ日輪。右の脇床にはまさに守護と言える龍の姿。脇床には仏教の伝来によって日本を守る印としての五重塔。下にはその船で人を運ぶ姿。連綿と続く日本の仏教観、それを大型のこの石の中で見事に表した一石です。いかがだったでしょうか。山水良景、水石の美。この大宮の盆栽美術館で繰り広げられるこの企画展示は毎年行われます。ここの素晴らしいところは、盆栽はもちろんのこと、こういう企画展示に対してもゆっくりとまるで一つ対峙しながら語り合うようにご覧になれるところです。ぜひ皆さんもこの美術館の素晴らしさを改めてご堪能いただけるとありがたいです。いろいろな展示会の企画、様々なアーカイブ、ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。